サムワンイーツ。普段はアパレルの新商品の開発に携わってます。多い時は月2、3休みの日に行きます。一番、行きやすいのが魚べのところかなっていうのと、値段がそんなにこう細かく分かれてないっていうか、基本全部110円とかで食べれるものが多いので、値段気にせずどんどん頼めるのがやっぱ魚べのいいところかなって思うので、魚べが一番今はリピート率が高いです。小学校までは誕生日の日はお寿司屋さんでした。あとおばあちゃん家では絶対正月はカニが出るのと手巻き寿司は絶対あるので、お寿司っていうのはちっちゃい頃から結構身近にありましたね。伊豆っていうのもあるんで、お魚がやっぱ取れたてのがうちに来るので、それでさばいて食べることが多かったですね。だからお肉よりも魚派です。好きなのはエビと、あとやっぱブリとかハマチが好きですね。茶碗蒸しはお寿司屋さん行ったら絶対食べます。仕事の日は夜が多いですね。仕事終わりにもうすごい疲れた時とかはラーメン食べて帰るとか。高校卒業してからですかね。大学に私は行ってなくて、卒業してすぐ働いてたので、やっぱ周りは学校行ってるので、10代の頃は周りと時間が合わないから仕方なく一人でご飯食べて仕事に行くとかが多かったんですけど、社会人になって贅沢なものをランチに行くとか夜ご飯に行くっていうのが逆に楽しみに今はなってきてるので、それがなんか唯一の自分の中では癒しかなっていう。慣れです。私最初天下一品に一人で夜中行った時に学生さんがすごいいっぱいいて、すごい白い目で見られたんですけど、でも後から女性で入ってくる人もいましたし、全然当たり前のことだなって自分の中では思ったので、そこから本当に全然気にしなくなりましたね。日高屋とかも一人で行きますし、なんか本当は炭水化物が好きなんで、ご飯食べてるっていうのがすごい好きです。人と食べる時もやっぱ楽しいですけど、その会話とかもあって、でもやっぱ自分一人だとなんかその目の前に出されたものに集中するから、すごい料理の美味しさっていうのがなんか倍に感じたりとか、目の前の食べ物に集中するので、なんかいつもだったら気にしない野菜の産地だったりとか、お肉の部位とかっていうのをすごい見るようにはなりました。体の管理は全然してないですけど、食べる時にこれ食べたら太るなとか、これ食べたらこうなるとか、マイナスなことは考えないようにしてます。なんかこれ食べて仕事頑張ろうとか、これ食べていい気分になろうっていう風にプラスなことを考えながらご飯はいつも食べてます。前は私イカ水だったんですよ。なので満腹も分からなければ腹8分目っていうのも全然分からなくて、でもトレーニングやってたので、それでちょっと下がってた胃が上に上がってくるので、腹筋とかがついて、でそれでやっとお腹いっぱいっていうのがこういう感覚なんだなっていうのが分かるようになってきて、腹8分目ってどういうことかなっていうのを深く考えるようになって、なのでもうちょっと食べたいなって思った時にもうストップをかけてます。本当にそれこそ一人でご飯食べに行って分かるようになったので、そうだから本当にお一人様って寂しいように思われるけど、結構自分のことを知るきっかけにもなるので、本当におすすめ